これは不思議。接続ユーザーが1人なのにいいねが2つついてる。そんなことあるんですね。おはようございます。ハバナからです。眠い。そして見えづらいな。おはようございます。白見さん。おはようございます。ツイッターで見たけど、サンチョ吸ってるんですか？石上さん、いいですね。ノンプルスディスコになりましたからね。もうサンチョで残ってるのがベリコソしかないという。ノンプルス、ベリコソス、バシレアスって昔はあったんですけどもね。まあ、ディプロマティコスみたいにスタンダードラインナップが1個だけ残ってそのままブランド存続っていうような感じでしょうね、サンチョパンさん。なぜかピラミデ残したがるんですよね。ベガスロバイナも今はファーモソスとユニコスしか残ってないから、もしかしたら残るとしたらユニコスかもしれないですね。池田さんって誰でしたっけ？っていうか連絡事項はさ、LINE で送ってくださいよ。YouTube のライブをもう LINE 代わりに使うんじゃないというね。別にいいですけれども。いや、昨日はキューバはメーデーで日曜日だったし、何もやることなくて本当暇でしたね。暇すぎたからツイッターには載せたんですけれども、モンテバレトっていう自然公園に行ってきたんですけども、ただの荒れ地でした。ただの荒れ地、でっかい荒れ地に柵を張り巡らせて自然公園って名乗ってるだけでした。なんか謎の石像がいくつかありましたけれども、何なんだったか、アスレチック場だったのかなといっても別に何のアクティビティもなかったし、なんか近所の人が弁当広げてランチ食べてました。でかい公園、緑地っていう風な感じでした。そんなんばっかりです。ということで連日ライブやってるけどね、特にねネタはないんですよ。この国も別にそんなに急激に変わるようなところではないので、何か質問事項等あったらお答えいたしますんで、そういう風にキャッチボールをしていただける方がありがたいです。なんかもらわないとこっち本当に何もないんで、見てた通り。本当ね、観光ね、まあするとこないんですよね。行き着くしちゃいましたし、キューバも世界遺産2つあるんですけれども、セントロハバナの歴史的建造物と街の遺構、要はハバナの中心部がスペイン統治時代から建物とかあんまり変わってないので、京都みたいな感じですよね。街並みがそのまま世界遺産になってる。あとはトリニダ渓谷ですか、トリニダの名前の元になってる谷なんですけど、ただの谷ですね。何も面白いことはないです。おはようございます。あと暇に明かせてマリーナ・ヘミングウェイとか、4つの城塞群とか、あとハバナゴルフクラブとか遊園地とか動物園とか水族館とか、思いつく限りハバナの観光名所は行きましたけど、少しも面白くないですね。エンタメが世界一充実している日本から来たらそうなっちゃうんですけれども、
一つも楽しいところがないですね。バラデロとかに行って海でアクティビティ楽しむのもいいかもしれないですけど、ダイビングとかなんかいろいろそういう風なのは用意してくれてるんですよね。でもキューバ人に命を預けるっていうのは絶対嫌だなっていうふうに思うんですよね。マリンアクティビティってほら生死に直結するじゃないですか。これでねキューバ人大丈夫なのかな、酸素ボンベとかもちゃんと酸素入ってるのかなっていうレベルから考えて疑わないといけないので、大体ハバナゴルフクラブに行ったんですけれども、これキューバにあるゴルフ場、唯一のゴルフ場なんですけど、ハーフしかないんですけれども、ゴルフクラブがね錆びてたんですよね。ゴルフクラブって錆びるんだってその時初めて知ったんですけれども、古いものだったらね鉄のものがあるらしいんですけれども、全部そんな感じなのでね、そういう風なのはなんだろうな、助けてくれる人がいるんだったらいいけど単独ではやりたくない。そうなんですよね。ただねハバナゴルフクラブはチェ・ゲバラとかカストロもプレーしたとかいう由緒あるゴルフ場なんですけれども、なんかすごい古いゴルフクラブとかもきっとあると思うんで、ゴルフクラブ全部レンタルしてくれるから見せてもらったんですけど、俺よく分かんなかったんですけど、だからなんかそういう古いゴルフクラブとかなんかそういう風な道具が好きな人は刺さるかもしれないですね。行きたくなったら俺が案内しますけど、世界中いろんなゴルフ場ありますけど、ハバナゴルフクラブでプレーした人はほんの一握りでしょうから自慢できると思います。ただ何も面白くないと思いますけど、グリーンがただの芝生とかだったらグリーンじゃないじゃん。多分コースの整備とかね一回もやってないと思います。雑草とか生え放題だし。おはようございます。こんばんは。どちらツイッターで見たのですが、シガージャーナルにハバナ製作が国際価格政策を導入すると記事があったのですが、国際価格政策が消えちゃった。導入されたら日本にはどういう影響がありますか。さあ、まずハバナスの公式じゃない発表っていうのは本当かどうかマジでわからないっていうところですね。噂とかはね死ぬほどハバナスに関してはね出るんですけれども、半分以上はねそれになったことなかったので、国際価格市場になったところで各国の定価っていうのは崩れないんですよね。なぜなら各国ごとにタバコ税っていうのがあるので、だから、変わんないと思います。で具体的にその国際価格っていう風なのも、どういう風に算定されるのかっていう風なのもわからないので、今の時点でこうだって言い切れることは一個もないです。でもね、できないんじゃないんでしょうかね。やったとしてもすぐ元に戻すとかなんかハバナスだったらありえると思うんで。何しろ本当の意味での国際価格市場って金とかみたいなもんじゃないですか。要はどの国でも値段が同じ。それってね、嗜好品だとねかなり難しいと思うんですよね。どうも。想像でしか話せないですけれども、だって葉巻って今国によって全然値段が違うんですよね。小売価格ですよ。だから国際価格で一つの値段に決めたとすると、ものすごい得する国とものすごい損する国があるんですよね。
そしたら結局ネットで販売するやつとかが出てくるんで何の意味もないと思うんですよ。それが金だとしたら考えやすいと思うんですけど、どういうものか想像しやすいですよね。税制が違いすぎるから、新たに、ね、金の移動とかだったら関税とかいろいろで加える国とかがあるんで、葉巻に対してそういうふうに1個の嗜好品に対してその国が新しく法律を作るのかっていうふうな疑問はありますけど、っていうか葉巻は国際科学政策にするっていう話はずっと昔から何回もそういう噂はありました。いつかやるんじゃないですかね。キューバも昔っていうか2年ぐらい前は外国人用の通貨とキューバ人用の通貨って2種類あったんですけれども、それが一つに統合されるって30年以上言われてて、ようやく一昨年一つになりました。あれは何なんだろう、コロナのせいっていうのもあったと思うんですけれどもね。日本では世界でも割高の方ですか。日本は葉巻世界で安い方です。こう言うとっていうふうに言われるかもしれないですけれども、タバコ税って日本はものすごく世界で安いんですよ。葉巻に限らず普通の紙巻きタバコとかでもね、ヨーロッパ1箱1000円とかが普通ですから。で葉巻に関してはね、例えば香港とかシンガポール、タイとかの方が、日本の定価より高いですから。本来葉巻っていうのはね、そもそも安いものではないですから、安く買おうっていうこと自体がちょっとおかしな話なんですよ。中国とかから日本に旅行に来た人とかはね、日本の正規店で葉巻とかたくさん買ってきますよね。それは税金払ってでも中国本土で買うよりも安いからでしょう。そもそも葉巻って全部手作りなんですけれども、全部手作りっていうのはパッケージとか箱も含めて手作りっていうんです。手元にハバノスの箱とかがあったら開けて葉巻の一個一個、箱の一個一個を見てもらいたいんですけど、あれを一個一個手作りで作るとしたら、もし資本主義の国だったら桁が1個違うはずなんですよ。人件費がほとんどかからないキューバっていう社会主義の国で作られるからこの値段で手に入ってるんですよ。だからね、本当にね、キューバには頭が下がりますよね。ぜひキューバで葉巻を作ってる人たちの働きに、働きをリスペクトしてあげてください。昨日他の人が話してるのを聞いたのですが、パームツリーのフェイクって結構出回ってるんですか。先に説明すると、パームツリーっていうのはハバノスに追加でダブルリングがついてるもので、ヤシの木のマークがついてるものがパームツリーって通称言われるんですけれども、アラブの王様とかに納められる葉巻なんですよね。で、ハバノスが販売してるものではないんですよね。あれギフト用のものなので、つまり市場に出回ってないものなので、カタログにも載ってないから、偽物を作るのは簡単でしょうねと言えます。だって本物である保証がどこにもないわけですから。出どころが怪しいものとかありますから。ただパームツリーっていう品物自体は確かに存在するんです。サウジアラビア政府王族に、ハバノスから、提供される特別な資料ですね。でも、パームツリーに限らずハバノスで偽物めっちゃ多いです。動画とかでも繰り返し伝えてますように4割偽物です。作るのが簡単なんですよね。例えば本物のリング、シガーリング、本物の箱は eBay とかネットとかでいくらでも売ってますからね。葉巻屋とかが流すんですよね。それに例えばこういう風なリングのついてないハウスロールっていうのはね、安物なので同じビトラ、例えばロブストだったら、
そうだな、例えばハバノスだったらパルタガスのセリー D ナンバー4ロブストですよねの比べるとハウスロールってその半額以下です。なぜなら材料とか価値が落ちるので、こういったものをかき集めて本物のリンゴをつけて本物の箱に入れたら分かんないんですよね。例えばノン吸盤の葉っぱとか使ってたら分かるかもしれないですけど、吸盤リーフで作られたハウスロールだったらね、確かに味は D4 じゃないけれどもでも吸盤の葉っぱだなっていう風になっちゃうんですよ。なぜならハバノスっていうのは全部手作りで農作物から作ってるので、同じブランド同じビトラでも一本一本味が違うっていうのが特色の一つなんですよね。それがいいところでもあるので、それを逆手に取った方法なんですよね。しかも吸った時のない葉巻とかだったらこれがそういう味なんだ、これがこの味なんだっていうふうに思い込んじゃうのもまあ無理はないですよね。じゃあさっきの質問の答えとしては、ファームツリーに限らずハバノスは偽物が多いです。正規販売店ラカサデルハバのハバノスポイント、ハバノススペシャリスト以外のお店は、正規店ではない並行店なので、トータルでいうと並行店は4割偽物っていう風な、ことが成り立つんですよね、統計的に。だから俺は正規代理店以外では絶対買わないでくださいね。買ったところでこれ偽物ですか本物ですかってよく持ってこられるんですけど、見分けはほとんどつけられません。吸ったら大体わかるかもしれないですけども、吸ったらなくなるんで意味ないじゃないですか、判別方法としてはね。欧州アジアと地域ごとで葉巻の品質を差別化されていると伺ったことがありますが本当でしょうか。昔はそうでした。ぶっちゃけて言うと昔はそうでした。国によってエコひいきされてました。例えば一番それが顕著だったのはイギリスです。イギリス向けの葉巻は、例えばエディションレヒオーナル、国限定でなくてただのスタンダードラインナップでも普通の国向けの葉巻とは区別されてました。EMS って言われるんですけど、イギリス向けの葉巻は滋賀クラブで買うのは、日本国内だったら一番いいですね。正規代理店ですから 100% 本物です。ちゃんと本物であるっていうふうに確認ができない限り、本物ではないっていうふうに考えた方がいいです。ブランド品とかもそうですけれどもね、でないと悪魔の証明になってしまうので、イギリス向けですね。例えばイギリス向けのアプマンのサーウィンストンとかは、パッケージの色がグリーンでした。グリーンラッカーが塗ってあったんですね。あとはモンテクリストのアーとかも、箸箱みたいな箱に入ってるんですけど、あれがブラックラッカー、黒塗りでした。で何が違うかっていうと、フィラーが1枚多かったんですよ。フィラーが1枚多いってことはどうなるかというと当然重くなるんですけど、フィラーが増えた分味わいに幅ができるんですよね。葉巻の味を決めるのはフィラーなので。でそれは何でかっていうと、ハバノスとイギリスの深いつながり、イギリスにはハンター&フランカーっていう、キューバシガーのディストリビューターで一番大きい会社があるんですね。で歴史的にもすごいつながりが深いんで、大体、商品っていうのはまずそこに戻されるんですよね。だからレイゲがないとかコイバがないとかいうふうにみんな言ってますけれども、みんなイギリスに行ってます。イギリスにはたくさんあります。でそのハンター&フランカーが有力なショップとかに優先して下ろして、その有力なショップは太いお客さんにもう先に出しちゃうんで、店頭とか市場には表には出てこないっていうことです。だから葉巻が少ないように見えるんですけれども、葉巻は普通に作ってます。でそれ以外にヨーロッパ向けのは美味しいっていうふうに言ったりしますけれども、まず2つありますね。1つはエディションレヒオーナル、その国限定の葉巻です。それを考えていきましょう。エディションレヒオーナルっていうのはその国のディストリビューターがこういうブレンドでこのブランドで作ってほしいっていうふうにハバノスにオーダーかけるんですね。なんでその国の好みが反映されてます。分かりやすい例を挙げると、例えばボリバーはドイツはボリバーの人気が一番高いんですね。で多分ボリバーの消費が全体の中で、世界全体の中でドイツが多分一番だと思います。だからボリバーのエディションレヒオーナルってドイツがものすごい多いんですよね。
で当然みんなボリバーに対しては舌が肥えてるんで、ブレンドも相当考え抜かれたものだと思います。吸ってみると分かるんですけれども、で各国そういうふうに自分たちの国で人気が出そうなもの、人気なものっていうのを事前にリサーチして作らせてるんで、それがその国によって違う、エコひいきしてるっていうふうに言ったら、まあそうなのかもしれないです。で通常のスタンダードラインナップについてですけれども、これは今は国によっては違いっていうのはないです。さっき言ったハンター&フランカーのイギリス市場向けの葉巻とかはもう外観からして違うので、他の国のディストリビューターとかが多分突き上げたんでしょうね。どうなってんだから。で今はハンターを脅かすぐらい大きくなってきたのがアジアエリアを統括するディストリビューターのパシフィックシガーカンパニー。これは、中国、日本も含めアジア、オーストラリア、カナダ、環太平洋エリアを全部抑えてるディストリビューターなんですけど、ここの発言力も強くなってきたので、無視できなくなってきちゃったんですよね。だから国ごとに、変えてるっていうのは今はないと思います。ただ各国の要請で、その国向けに作られている葉巻っていうのはしっかりしたブレンドを、指定して作られています。一昨年ぐらいから始まったハバノスのエコシリーズありますよね。今年は寅年なのでアップマンの52のイヤーオブタイガー出るんですけど、あれなんかはまさに中国市場向けなんで、そこら辺はねブレンドとか多分ちゃんと考えられてるんですよ。ただエトシリーズって最初に始めたのダビドフなんで、ダビドフってすごいマーケティングがうまいんで限定品とかもポンポンたくさん出すんですよね。でハバノス S1 もそれの真似をして、エトシリーズ作ったんだろうなっていう風な感じではあるんですけれども、売れてるんだったらいいんじゃないですかね。葉巻が好きな人だったら葉巻の消費が伸びる、葉巻の認知が広がるっていう風なことは、喜ばしいことのはずなんで結論としては、国ごとに葉巻の何でしたっけ、品質が差別化されているかっていうのは、昔はそうでした。今は違うと思いますっていうふうなのが結論だと思います。どうしてもね日本人って舶来至上主義っていうのかヨーロッパ至上主義があるんで、ヨーロッパ向けに作られたものっていう風な先入観があると美味しいなっていう風に思っちゃうっていうのバイアスも絶対かかっちゃうんですよね。でもそれも含めて普通に吸う分には葉巻の美味しさ楽しさだと思うんで、そういうのがあったらいいと思うんですよね。あとハバノスでどうしても必ずオカルトを絡めたがる人がいるので、葉巻にロマンとかね感じるのはいいと思いますけれども、葉巻にロマン美学を感じても人に押し付けてはいけないので、そういう風な人とかが先入観でこれはこうなんだっていう風に言ってくるものとかは一旦ね、ワンクッション置いてから考えるといいかもしれないです。これはそうなんだよっていう風に言われたら、へえそうなんだっていう風に全部飲み込んでしまうと、またそれを別の人にね伝えてしまったりすると悪影響のことが出てしまう。そういう風にして広がっていったのがねオカルトの葉巻の一番のロングアッシュクールスモーキングっていうもので、基本的にスモーカーするだけだったらそんなことは気にしなくてもいいと思いますし、場の話題として出せばいいっていうふうには思うんですけれども、人に教える立場の人とかは絶対にそういうふうなことは根拠とかを確認しないと言ってはいけないことなんですよね。それはプロのはずなので、どんなジャンルでもそうじゃないですか。プロが噂とかね、そういうふうなものをね口に出してしまうと、受け手側は相手の言ってることは 100% 正しいっていうふうに思ってますから、正直に信じてしまうんですよね。それはねいけないことなので、いえいえどういたしまして。風めっちゃ強い。朝晩風強いのが、ハバナの換気の特徴です。ゼラが飛ばされちゃう。
世の中ね、お金とロマンで回ってますからね。お金とロマンがまつわるものは特に男性大好きなので、特にそれがね、ミステリアスな伝説とかにね彩られてると、まあもうたまんないですよね。男性の大好物ですから。お酒なり腕時計なり高級車なり、そういう風なものをね切っても切れないですから。葉巻もそうだと思います。だからそういうものはそういうものとして、それと確固たる本当のことと区別をつけて両方楽しむっていうのが、バランスが取れていいんじゃないのかなとは思います。そうなんですよね。限定品も魅力ありますけど、ハバナスはスタンダードラインナップが美味しいっていうか、スタンダードラインナップを知らないと限定品の美味しさ自体がわからないので、限定品ばっかりするのはねバカだなっていうふうに思うんですよね。もったいないっていうか、限定品はそれは美味しいですよ。考えに考え抜かれたブレンドで厳選された材料で巻かれてるので。でもそれを吸って美味しいって考えるのは美味しいしか出てこないんですよね。それは例えばボリバーの限定品とかだったら、ボリバーのスタンダードラインナップっていうのをしっかり抑えた上で吸ってみたら、さらに美味しさっていう風なの理解が広がるし、解像度が高くなるはずなんですよね。そうしないともったいないと思うんです。よく言うんですけど、グルメって訓練が必要なんですよね。すごい人気の取れないお店とか、美味しいものを出すお店でも、美味しいものって日々みんなが食べてる食べ物の上にあるものなので、そういうものばっかり食べてても美味しさがよくわからないんですよね。基本がなってないと。で毎日毎日美味しいものばっかりこんばんは食べるわけにもいかないし、日本人なのでね、基本的にご飯とお味噌汁を食べるわけなので、それでをないがしろにしてたら味とかわかんないんですよ。じゃあ論語読みの論語知らずじゃないですけれども、基本を知らないと、知らないで吸ってるとすぐそこが見透かされてしまうので。ただね、デイリーシガーとかでスタンダードの葉巻を、吸うっていうのをおすすめしてるんですけどね。もう何の変哲もない葉巻、例えばボリバーのロイヤルコロナスだったら1箱買って1箱吸ってみたら、1箱の中でも味が違うっていうのが吸い切る時には分かるんですよね。で吸い切った時にはボリバーのロイヤルコロナスっていうものの味が分かる。一個一個確かに味が違うんですけれども、一個一個味が違う中で重なるところがあるんですよね。その重なってるところがこのボリバーロイヤルコロナスの味、個性、核の部分なので、それを抑えられるじゃないですか。そうすると、ボリバーロイヤルコロナスじゃない葉巻を吸った時に違いが分かる。違いが分かるっていうことはこう違うっていうふうに言えるっていうことができるんですよね。でさらにボリバーの中で限定品であるアッパーバージョンを着た時に違いが分かるんで、ああそういうことかっていうふうに分かるんですよね。おはようございます。初生拝見見た時なかったんですよ。けしからんですね。これからちゃんと見てくださいなんつってでどんな料理の本とかにも書いてあるんですけれども、やっぱり基本的に食べ物、口にするものは素材の時点で決まるので、それを使った一番スタンダードな食べ物、おはようございますが外せないんですよね。ありがとうございます。赤いを見てもらってるんです。それが分からないとその先の味とかが分からないんでね。だからインスタント食品とかファミレスばっかり食べてると、ファストフードばっかり食べてると、ね、本当に美味しいお店とかに行っても味がわからないんですよね。変わった味だなっていうふうになって、変わった味を美味しいっていうふうに思い込んでしまう、あるいは周りに合わせてそういうふうに言ってしまうっていうのはもったいないね。葉巻っていうのはだから普段見慣れないもの、あまり接しないものだから、何かに例えるとやっぱり分かりやすいんで、お酒とかね、
ご飯食べ物とかで例えて話すとすごく腑に落ちやすいんですよね。葉巻は味と香りを楽しむものなので、それを口にするものなので、食べ物とジャンルはさして変わらないんですよね。だから味覚嗅覚の訓練をした方が当然味の違いも分かるし、味覚の帯域も広がって、その分楽しめるんですよね。もちろん何も知らない人が吸っても面白いし楽しいですけれども、そのためだけに吸うには葉巻は時間と金がかかりすぎるんで、どうせなら知ってからやった方がいいです。知りつつやってさらに知っていった方がいいです。何も知らなくても美味しいねっていうふうに言うのも当然いいんですけれども、費用対効果がそれだとあまり良くないっていう話ですよね。だから日々葉巻のことについて勉強していきましょうっていうふうな話なんですけれども、だからシガーショップとかシガーバーとかでおすすめの葉巻とかでね、ひたすらレアな葉巻ばっかり出してくるのは信用できないです。特に初見の人とかにね、そういうのを出すのなんでかっていうのは、さっき俺が説明した通りの理由です。でソムリエの人が常にワイン飲んでるじゃないですか。例えばテーブルのお客さんの飲み残しのボトルとか飲んだりねして常に自分の味覚を確認してるんですよね。味覚嗅覚ってすごいブレやすいものなんですよね。体調とかその前に口にしたものであるとか、もういろんなものでブレやすい。だから常に自分の基準を持ってる必要があるんですよね。だからソムリエの人は常にワインを飲んで、自分の味覚を再確認し続けてるんですけれども、葉巻って人の吸い殻をね吸うわけにもいかないじゃないですか。だから必ず未然にを切る必要があるんですけれども、デイリーシガーというものを一つ決めてそれを常に知っておけば、自分の味と香りの記憶が固定化できるんですよね。でその基準と比べて他の葉巻を吸った時にどうだこうだっていうふうに言えますので、なのでデイリーシガーを一つ持つっていうのはいいと思います。もちろん一つじゃなくてたくさんあった方がいいと思うんですけれどもね、時間の制約とかもあるから長いの短いの太いの細いのいろんな形シェイプのやつをだからツイッターとか見ると俺がいつも5、6種類の葉巻を常にデイリーで捨てるのが分かると思うんですけど、それはそういう理由なんですよね。何がどう違うとかいうふうに例えば意見を求められた時にこちらは話をしないといけませんので、だから自分の基準っていうのを必ず用意しておく必要があるんですよね。それと比べてこうだから違いが理解できればその違いについて話ができるじゃないですか。何の予備知識もなかったら美味しいですね、タバコの味ですねしか言えないですからこういうとなんか分かりづらいかもしれないですけど、例えば日本人だったら味覚の基本は和食なんです。だからどんな国の食べ物とかどんな新しいものとかを食べても、お米と味噌汁の味を基準にしてその違いを味覚として認識するので、それと同じです。特に日本人はうまみっていうものを最初に発見した人たちなので、ハバノスっていうのはうまみがあるんですよね。だからこう言ったらキューバの人とかヨーロッパの人に怒られると思うんですけれども、ハバノスの味を一番分かってるのは日本人だと俺は思ってます。だって最近までうまみ知らなかったんですよね。ハバノスには例えばシイタケみたいなうまみであったりとか、魚介類のうまみであったり、貝類のうまみですよね。あと昆布みたいなうまみであったりとか、そういう風なものも感じるじゃないですか。うまみはグアニル酸とか琥珀酸とか、あといくつか4種類ぐらいありましたよね、基本になるので。確実にあれを感じる味わいが出ているので、それがね感じられるんで日本人はね。
葉巻はね、非常に性に合うと思うんですけど、そうですね、継続は力なりですね。ただ何も知らずにね、いろんな種類の一本一本して、ああ、美味しいな、美味しいなっていうのも葉巻はいいかもしれないですけども、真に理解するためには、やっぱりじっくり葉巻にね、一種類に付き合ってみて、それを理解するっていうのが一番の近道だと思います。そもそも葉巻っていうのはタバコの葉っぱを発酵させて作る発酵食品なので、発酵食品というのはうまみが鍵じゃないですか。何でもそうですけど、発酵食品である葉巻がね、そのうまみっていうのをね、理解されてない今は理解されてると思うんですけど、最初は理解とかがなかったヨーロッパとかを中心に人気が出たっていうのは、逆に面白いなとは思うんですけれどもね。ぜひともね、葉巻をするときは、この自分の和食の知識だったら誰でもあるんで、和食の味覚っていうのは、和食の味覚の中でうまみを感じたもので何が近いかっていうようなのを考えながら吸ってみると面白いと思います。あ、これ昆布だしっぽいな、これ貝のだしっぽいな。ハバノスはね、美味しいですよね。短くなっても美味しいんで、ハバノスはね。短くなると辛いとかいう風に言う人とかがたまにいるんですけども、ハバノス短くなって辛いとかいう風に思うのは、多分その葉巻熟成させるときに乾燥しすぎか、もしくは吸い方が良くないかのどっちかだと思います。そうか、日本はゴールデンウィークですよね。5月2日かな。キューベの服ね、今洗濯中なので今日は着てないです。今日は普通の T シャツです。すいません、普通でそうなんですよね。ただただファッションじゃなくて、葉巻をどうにか美味しく吸ってやろうというふうに考えると、いろんな吸い方を考えるはずなので、ただただ吸ってごちそうさまで置いてしまうのは、葉巻はもったいなさすぎるので、いろいろ考えて、五感をフル回転させて吸ってあげると、いいと思います。そしたら葉巻も吸われた甲斐があると思います。そんなこんな話をしてたら葉巻も短くなってきたので、はい、今日もありがとうございました。また明日もライブやるかもしれないです。今日は途中で Wi-Fi が切れなくて本当に良かったです。Wi-Fi 切れたりとか、普通に停電とかしたりして切れる。キューバ人にキューベイのこと聞かれたことはね、ないな。でもキューバも日本のアニメね、人気なので、というか日本のアニメは世界中どこでも人気なので、ではまたハバナからお送りしたいと思います。またね。